こんにちは。皆さん、今日は人類史を通じて私たちの想像力をかきたて続けている一つの大きな謎に焦点を当てたいと思います。それは、なぜ古代の人々は巨石を運ぶという途方もない労力をかけたのかという問いです。この謎を解き明かすことは、単に過去を理解するだけでなく、私たち自身の文化や成り立ちを探求する旅でもあります。まずはじめに、この質問を考える上で大切なことは、現代の視点ではなく、古代人の視点からこの行為を捉え直すことが必要だということです。技術やリソースが限られていた時代に、なぜ彼らはこのような大規模なプロジェクトに取り組んだのか、その背後にある意図や目的を深く掘り下げて考えていきたいと思います。今日は、その謎に迫るべく、以下の点に焦点を当てていきます。まず古代の巨石文化の概要から、その技術的な側面、さらには文化的宗教的な背景に迫ります。また、現代科学がどのようにして、これらの謎に光を当てているのか、そして、最終的には、これらの古代の遺構が、私たちにどんなメッセージを伝えているのかについて、考察していきたいと思います。それでは、まず古代の巨石文化の全体像から見ていきましょう。古代の巨石文化の概要。古代の巨石文化は、私たち人類の歴史において非常に興味深い章です。これは世界中の様々な文明に見られる現象で、ストーンヘンジからイースター島のモアイ像、エジプトのピラミッドまで様々な形で現れています。これらの巨石構造物は何千年もの間、私たちの想像力をかきたててきましたが、その建設には膨大な労力と時間が必要でした。では、なぜ古代の人々はこのような壮大なプロジェクトを始めたのでしょうか？まず、巨石文化は紀元前3000年頃に始まり、紀元後1000年頃まで続いたと考えられています。この時代には、巨石を用いたメンヒルタン石塔、ドルメン石質粉、クロムレッヒ石のエンジンなどが建造されました。これらの構造物は単に大きな石を積み上げたものではなく、精巧な設計と意図が込められています。例えば、ストーンヘンジは夏至の日に太陽が特定の石の上に昇るように設計されています。巨石文化は地域によってその表現が異なりますが、共通しているのはこれらの構造物が社会にとって重要な意味を持っていたということです。実際、多くの巨石構造物は宗教的な儀式や社会的な集会の場として使用されていたと考えられています。この時代の技術や知識は現代の私たちから見ると非常に限られていたはずですが、古代の人々は巨大な石を運ぶことができたのです。そのため、彼らがどのような技術や方法を用いたのか、私たちは今でも推測の域を出ていません。総じて、古代の巨石文化は、その構造物が建設された目的だけでなく、その建設過程にも私たちが注目すべき点が多くあるのです。次に、巨石を動かす技術と理論について、より詳しく見ていきましょう。巨石を動かす技術と理論。古代の巨石を動かす技術は、現代の私たちにとってもなお謎に包まれています。これらの巨石構造物が建設された時代には、クレーンやトラックのような機械は存在せず、人々は原始的な道具や自然の力を利用していたと考えられます。では、彼らはどのようにして数トンもの重さがある巨石を動かし、精密に配置することができたのでしょうか？力学の基礎。古代人が巨石を動かす際に用いた技術には、現代の力学の原理が随所に見られます。例えば、レバーの原理を用いて、重い石を持ち上げたり、滑車を使って方向を変える力を増幅させたりすることが考えられます。また、木製のローラーや湿った土を使って摩擦を減らし、石を滑らせるように流動させた可能性もあります。古代の技術と推測される方法。具体的な技術として最もよく知られているのは石を引くことです。これは多くの人々がロープで石を引っ張り一斉に力を合わせて動かす方法です。エジプトのピラミッドを建設する際にはナイル川の水を利用して運河を作り、巨石を水上で運ぶ方法が使われたとも考えられています。さらにいくつかの巨石構造物では石に沿って直線状の溝が見られることから、木製のスレッドに石を乗せて滑らせる技術が用いられたとも推測されます。しかしながら、これらの技術はあくまでも推測に過ぎず、古代の文献には具体的な建設方法が記されているわけではありません。したがって、
古代の人々が用いた巨石を動かす技術は、現代の考古学者や科学者による実験や再現によって徐々に解明されていくことになるでしょう。巨石を用いた建造物は技術的な異様であると同時に文化的宗教的な背景も深く反映しています。次に、これらの巨石が持つ文化的宗教的な意味合いについて探求していきましょう。巨石を用いる文化的宗教的背景。巨石を用いた建造物は単に技術的な脅威であるだけではなく、古代文化における深い宗教的及び文化的な意味を持っています。これらの巨石構造は、祭祀の場、社会的な集会所、または天文学的な観測所として機能していたことが推測されます。祭祀の場としての巨石。多くの巨石構造物は宗教的な儀式や祭祀のために建てられました。例えば、イギリスにあるストーンヘンジは夏至の日の出の方向と一直線上に立っており、これが太陽への崇拝と関連していると考えられています。また、これらの祭祀の場は古代の人々にとって非常に重要な社会的機能を果たしていた可能性があります。巨石構造の建設には多くの人手が必要だったため、地域コミュニティが一致団結して作業を進め、その過程で社会的な結束を強化していたとも推測されます。天文学的な意味合い。巨石構造が持つもう一つの重要な側面は天文学的な役割です。多くの巨石遺跡は冬至や夏至、春分や秋分など特定の天文学的なイベントに合わせて配置されています。これらの配置は古代の人々が季節の変化や農業のサイクルを追跡するために利用していたと考えられています。さらに、天文学的な知識は宗教的な信仰や神話と結びついており、巨石構造は天と地を結ぶ神聖な場所として崇められていた可能性が高いです。このように、巨石を用いた構造物は古代文化の宗教的及び社会的な中核であり、彼らの宇宙観、神々への信仰、そして社会構造を反映しています。次に、現代科学がこれらの巨石構造物の謎を解き明かすためにどのような進歩を遂げているのかを見ていきましょう。現代科学で解き明かされる謎。巨石文化の遺跡は古代人の驚異的な技術と知識を示すものでありながら多くの謎を秘めています。しかし、現代の科学技術はこれらの謎を解き明かす鍵となりつつあります。先端技術を駆使した解析や新たな発見がこれらの古代の遺構に隠された歴史を明らかにしています。先進技術による解析、地質学的な分析、リモートセンシング技術、3D スキャンなどの先進的な手法がこれらの巨石構造の研究に革命をもたらしています。例えば、地中レーダーや衛星データを利用して渦漏れた遺構やそれに関連する地形の変化を調べることができます。これにより、古代の建築技術や当時の環境について新たな知見を得ることが可能になります。また、放射性炭素年代測定技術により、これらの遺跡が建てられた正確な時期を特定することもできます。新たな発見と研究、最新の科学的調査により、これまで未発見だった巨石構造や基地の遺跡に隠された未知の部分が明らかになっています。例えば、ストーンヘンジ近くで新たに発見されたスーパーヘンジは、その規模と複雑さにおいて新たな謎を投げかけています。このような発見は、古代文化の理解を深めるだけでなく、それらの社会がどのように機能していたのか、また、彼らが何を大切にしていたのかについての理解をもたらします。これらの技術的進歩により、古代の巨石遺構に関する多くの謎が解き明かされつつあります。しかし、これらの遺構が残すメッセージや、古代人が何を思って、これらの巨大な石を動かしたのかについては、まだ完全には解明されていません。次に、古代人が巨石を運ぶことに何を見出していたのか、その背後にある思惑を探ります。なぜ巨石を運ぶのか？古代人の思惑。巨石文化は単に技術的な偉業にとどまらず、古代人の深い思惑が反映されているものです。巨石を運び、配置する行為は、社会的、宗教的、さらには政治的な意味合いを持ち、それぞれの文化において重要な役割を果たしていました。社会的結束力の象徴、巨石を運ぶ行為は、巨大な労働力と組織力を要しました。この過程において、共同体の結束力が試され、強化されたと考えられます。共同の目標に向かって一致団結することで、集団のアイデンティティを育み、絆を深める効果があったと推測されます。
巨石を中心に行われた集会や儀式は、共同体の結束を高める重要な場であったと考えられています。権力と地位の表現。巨石以降の建設は、しばしば指導者やエリート層の権力と地位の象徴として機能しました。巨大なプロジェクトを完遂できることは、その指導者が持つ影響力や支配力の証となり、社会的な階層を明確に示す手段でした。また、これらの巨石以降は、後世にまで、その文化や権力者の名を残す永続的な記念物としての役割も果たしていました。古代の巨石文化を通じて、我々は社会的結束や権力の象徴としての建築物の価値を理解することができます。それらは単なる物理的な構造物を超え、当時の人々の信念、価値観、社会構造を反映しています。次に、これらの古代の遺構が現代にどのようなメッセージを伝えているのかを探ります。古代の遺構が私たちに伝えるメッセージ。古代の巨石遺構は単に過去の物理的な残骸に過ぎないわけではありません。それらは時間を超えて私たちに多くのメッセージを伝えています。これらの遺構を通じて古代人の知恵やメッセージを読み解き、現代におけるそれらの価値を再評価することができます。古代人の知恵とメッセージ。巨石遺構は古代人がどのように自然と対峙し、それを利用して生きていたかの証です。彼らの天文学的知識、数学的理解、工学技術が、これらの遺構を通じて明らかになります。例えば、多くの巨石遺構は太陽の位置や星座との関係で配置されており、古代人が季節や時間を把握するために、これらを利用していたことを示唆しています。また、これらの遺構は、古代人がコミュニティとしてどのように機能していたか、または、精神的な信念をどのように表現していたかについても、貴重な手がかりを提供しています。現代における巨石遺構の価値。現代においても、これらの古代の遺構は、科学的な研究の対象であると同時に、文化遺産としての重要性を持っています。彼らは我々に歴史的な連続性を教え、文化的アイデンティティを強化する役割を果たしています。観光地としての価値も高く、世界各地で経済的な利益をもたらしています。さらに、これらの遺構は持続可能な開発や自然保護の観点からも重要であり、未来の世代に対する教育的な価値も持っています。古代の遺構は、過去の知恵やメッセージを今に伝え、現代社会において多様な価値を持ち続けています。これらの遺構を保護し、適切に管理することは、文化的遺産としてだけでなく、我々自身のアイデンティティとつながりを維持するためにも、極めて重要です。次に、本日の話題を総括し、終わりに向けてのまとめを述べます。終わりに、本日は、古代の巨石文化について、様々な角度から探求してまいりました。私たちは、巨石を動かす技術の謎や、これらの巨石が持つ文化的、宗教的背景に触れ、現代科学によって新たに明らかにされつつある謎や、古代人がこれらの巨大な石を運ぶ理由と、その背後にある思惑、そして古代の遺構が、今日に伝える価値について考察しました。巨石文化は、過去と現在、そして未来をつなぐ架け橋のような存在です。これらの石は、単なる物理的な存在にとどまらず、古代人の生き様、社会構造、宇宙に対する理解といった人間性の深淵を映し出しています。また、これらは現代の我々に対しても、自然との共生やコミュニティの大切さを改めて考えさせ、過去と現在をつなぐ大切な教訓となっています。この探求の旅を通じて、我々はただ過去を振り返るだけでなく、古代の人々が築き上げた遺産を未来に向けてどのように活用し、伝えていくかを考える契機を得ることができました。文化遺産の保護と継承は、我々の責任であり、未来の世代に対する貴重な遺産です。最後に、古代の巨石遺構は、我々に多くのメッセージを伝えていますが、最も重要なのは、彼らが時間を超えて築き上げた知識や経験、そして文化を私たちがどのように継承し、未来に生かしていくかという点でしょう。古代の遺構から学ぶことは無限にあります。これからも、古代からの贈り物である巨石遺構に敬意を払い、その価値を認め、継承していくことが私たちの使命です。皆さん、本日はこのテーマにご興味を持ち、共に探求していただきありがとうございました。
古代の化石文化に関するさらなる発見や研究が進むことを期待しつつ、今日の話題を締めくくらせていただきます。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。今日の話題はここまでです。動画内容が良ければ高評価をお願いします。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。